はい、こんにちは。今日は iPad で使いたいフォントをですね、すぐに一発検索する方法を紹介していきます。で、使うアプリなんですけど、今日は Adobe Capture っていうアプリを使えます。Adobe Capture 何かっていうと、例えば街中で見つけたおしゃれなフォントだったりとかを写真に撮ったらですね、この似たようなフォントを検索してくれて、それをクラウドに保存して、いろんなところで使えるっていうようなアプリになります。あとフォント以外も色とかこの配色いいなって思ったらそれをカメラに撮っておいて、そうするとそのカラーコレクションが保存されて、デザインワークで使えたりっていうこともできます。そういう身の回りのものをですね、デジタルアセットに変えてくれるっていうアプリになります。で、今回は、そのフォント検索の方法っていうのを紹介していきます。で、まずですね、使いたいフォントっていうのを探していきます。さっきカメラで撮るって言ったんですけど、今回はスクリーンショットでも対応できるので、それでやっていきます。で、私が好きなこの YouTuber の方でクリスチャン・メイト・グラップっていう人がいるんですけど、この人サムネイルの作り方すごい上手で、おしゃれなフォントとかも使ってるんですよね。で、この人が使ってるフォントが何なのかっていうのを検索したいと思います。まずですね、この画面をスクリーンショット撮ってもらって、写真に保存します。で、その後、Adobe Capture を立ち上げてもらって、この下のですね、カメラの隣にある、写真のボタンですね、を押してください。で、先ほどの、画像を引っ張ってきます。で、そうするとですね、画像の中からこのフォントを選択できるようになるんですね。で、好きなところ、使いたいフォントを選択してもらうと、Adobe のこれは AI を使ってるのかな ?AI の技術で、Adobe のタイプキットの中から類似フォントっていうのを一覧で表示してくれます。こんな風にいろいろ出てくるんですね。で、この中からこれいいなっていうのを、選んでいきます。で、選択してもらって、保存を押すとですね、このフォントが Adobe のクラウドを経由して、イラストレーターだったり Photoshop とかで使えるようになります。でですね、もう一つデモをしていきたいんですけど、D マガジンとかでですね、雑誌読んでると女性誌とかスクリプト体手書き文字っていうかカリグラフィーみたいなおしゃれな文字をこれを検索かけてみたいと思います。スクリーンショット撮ってもらって Adobe Capture に戻ります。で、写真カメラロールから先ほどの画像を選んで、そうするとですね、カリグラフィーのところの文字も選択できるようになります。で、OK をしてもらうと Adobe のタイプキットの中から似たような文字同じように出してくれます。はい。で、じゃあ次、日本語どうなのっていうところで、日本語検索かけていきたいと思います。Apple のiPad のページを今開いてます。で、この中から、日本語を取っていきたいと思うんですけど、この今横スクロールのインターフェースになってますね。すごい好きですね、これ。で、それを置いといて、じゃあここのですね、日本語を取りたいっていうところで、スクリーンショット撮ってもらって同じように、キャプチャーの方で開いていきます。そうするとですね、同じように枠が出ているので、OK ボタンを押してもらうと検索がかかります。でですね、検索かかるんですけど、残念ながら Adobe Capture は今日本語対応してないみたいです。なので、Adobe Capture ではできないですね。で、じゃあどうすればいいのっていうところなんですけど、その時はですね、Photoshop に移ります。で、Photoshop の画面を今立ち上げていきます。で、さっき撮ったスクリーンショット立ち上げてもらって、この上の書式のところからですね、マッチフォントっていうのを選んでください。するとですね、ここは枠を自分で設定できるような、仕様になってますので、はじめましてっていうところを枠取ります。そうするとですね、タイプキットの中から日本語で、似たようなフォントを検索してくれます。じゃあこの新しいの新っていう文字を使いたいとしたら、これの類似フォントっていうのをここからまた、検索かけてくれますね。で、ここを欧米にすると日本語書体から無理やり英語のフォントに検索かけてくれます。
そんな感じで、日本語の書体を、検索かけたいときは Photoshop のマッチフォントっていう機能を使ってください。はい、ということで今日は以上になります。私本当に Adobe Capture 最近めっちゃよく使うので、おしゃれなフォントを見つけたらその時にですね、写真撮っとくだけでも結構いいかなと思うので、ぜひよかったら使ってみてください。はい、じゃあご清聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。